はい、こんにちは、K です。今回はフルーツタルトを作っていこうと思います。動画の後半の方でね、彩りがめちゃめちゃ綺麗に見えるフルーツの盛り方とかも解説してますので、ぜひとも最後まで見てください。フルーツめちゃめちゃ使うんで、原材料費がね、めちゃめちゃ高くなっちゃうんで、できるだけ失敗しないようにしていきたいですね。今回の動画のフルーツタルトで使うパーツはね、こちらなんですけども、パートシュクレ、クレームダマンド、アーモンドクリームですね。あとはクレームパティシエール、カスタードクリーム、そして色とりどりのフルーツからのフルーツに塗るジャム、ナパージュですね。これらで構成されてます。さすがにこれらを全部この動画で解説するのは難しいんで、ところどころね、他の動画に過去にね解説した動画が載ってますので、そちらの方の動画を見ながらこの動画を見つつっていう感じで作っていってもらえたらいいのかなと思います。というわけで作っていきましょう。はい、じゃあまずパートシュクレからいきましょう。タルトの土台の生地ですね。パートシュクレについてはこちらの動画で解説してます。ですので、ぜひぜひ見てみてください。で、このパートシュクレは、この動画で作った生地を冷蔵庫でね、1時間以上休ませたものになります。で、これを今から綿棒で伸ばしていくんですが、普通は手にベタつかないように打ち粉振りながら綿棒で伸ばすっていう作業になるんですけども、家でさ、粉振りまくってやると、結果的にめちゃめちゃ汚くなるじゃん。もしくはさ、俺みたいなくっそ狭いキッチンじゃそんだけ粉使えないわけよ。なんかもうモケモケになって掃除もめんどくせえしよ。というわけで今回はこちらジップロック、ちょっと大きめのジップロックに、入れて、このジップロックの中に入れた状態で伸ばしていきましょう。こうすることで粉をほとんど使うことなく効率よく伸ばすことができます。厚さの目安としてはだいたい 1.5 ミリぐらいが目安ですかね。ここら辺は好みになりますね。でもここでタルトの生地があまりにも薄すぎるとタルト自体の強度がねめちゃめちゃ弱くなって、完成した後にカットしたりとかなかなか難しくなっちゃうんで、ある程度の太さは持っといた方がいいのかなと私は思っておりますね。別にこれね店で売る商品とかじゃないんで、特に定規とかで厚さ測ったりは全くしておりません。よろしくお願いします。で、こうやって時折ねひっくり返しながら伸ばしてあげるとね、より一層効率よく伸ばせるのかなと思いますね。で、この伸ばす生地のサイズはね、作ろうと思ってるタルト型のだいたい2センチ前後ぐらい大きめのサイズがあればええのかなと思います。じゃあこんな感じに伸ばせましたらね、一旦冷凍庫にしまいます。めちゃめちゃ寒い冬場とかやったら冷蔵庫でもいいのかもしれませんけど、春から秋ぐらいは冷凍庫の方が無難に作業できるのかなと思うんで、冷凍庫に入れます。Let's go。はい、こんな感じでカッチカチなんですが、結局ねすぐ溶けてくるんで手早く作業していきましょう。で、家でやる分にはねやっぱ打ち粉とかあんまり使いたくないんで、ジップロックをねこの片面だけ外してあげます。片面だけハサミで切って外した状態で、上にタルト型をねこんな感じで置いてもらって、ナイフで必要なサイズに切っていきます。セルクルとかがねあるんであればそれで抜くだけでいいんですけど、俺んちはねそんなちょうどいいセルクルあるわけないんで、これからナイフで必要なサイズに切っていきます。はい、こんな感じでね、さっき言ったみたいに型よりだいたい2センチ前後ぐらいね大きめのサイズで取ってあげるのかなといいと思います。で、最終的に切れ端が出ますんで、この時点で綺麗に丸に切り抜く必要は全くないです。ある程度で大丈夫。この動画では非常に滑り倒して切りづらいんですけど、切りづらいなっていう方がいればね、下にまな板か板かなんか濡れた布巾とか引いてもらってね、滑り止めしてもらえるといいのかなと思いますね。はい、じゃあ丸に切れましたんでね、周りの切れ端をね外して綺麗なね丸の生地の状態にしておきましょう。ほんでこんな感じでね、ジップロックからペロペロペロって外してもらって、タオルと生地の上にかぶせてあげます。で、今から型に敷き込む作業をしていくんですけど、いわゆるフォンサージュっていう作業をしていくんですけども、冷凍から出したてでまだちょっと固めなんで気持ち常温に置いときます。今から2、3分置いとけば十分柔らかくなるので、ちょっと置いときましょう。はい、こんな感じでね、ちょっとある程度柔らかくなってきたんで、こうやってね型ごと台にドン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 ってね叩きつけながら敷き込んでいきましょう。で、さすがにこの敷き込む作業はねちょっと打ち粉とかがないとやっぱ手にひっついてベタベタになってタルトの生地がね形がおかしくなっちゃう場合もあるんでね、ふんだんに粉使っていきましょう。打ち粉はできるだけ強力粉の方がいいです。なぜならめちゃめちゃ粒子が細かくてサラサラしてるから。でも強力粉がないって人は別に薄力粉でも大丈夫。要は手にくっつかなきゃいいんですよ。で、このタルト型の四隅にね生地がなかなかね敷き込みきれてないっていう場合がよくあるので、そこをしっかり意識しながら、かつ生地をできるだけ引っ張って伸ばしてしまわないように、そのままの厚さで生地を扱ってあげるのを意識したらいいのかなと思います。はい、こうやってね台に打ち付けてガン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 ってね
こうやって打ち付けることによって、手で埋めきれない隙間をね、ちょっとでも埋めてあげます。であとはこんな感じでね、周りをね、型の側面に生地をね、貼り付けるようなイメージでこうやってペペペペペペペッとつけていきますけど、押し込みすぎないように注意。軽くキュッと触る程度で大丈夫です。はい、こんな感じでフォーサージュ完了。で今からね、端切れをね切り落としていきます。でこういうはみ出してる生地の部分をね、綺麗にカットしていきましょう。ほら見てこれ、ジップロックを使ったおかげで粉をちょっと使ったとしても台がこんなに綺麗だ。美しいよ。で切り落とす時はね、カード持ってる人はカードでこんな感じでね、内側から外側に向けて切り落としていきます。でもうちカードないよっていう人はナイフでも大丈夫、もしくはお好み焼きとかの焼きごてみたいななんでも大丈夫よ。ナイフでも包丁でも好きなの使ってくれ。で切り落とした後の最終的な形がこちらでございます。美しくないこれ。ですごいねこれね。で俺はここでちょっと一つミスをした。そうわかるだろう、ピケを忘れている。でも大丈夫。なんたって私はゲーマーパティシエ。こんなミスは幾度となく乗り越えてきた男よ。というわけで今からピケしてきます。フォークでね、本当はフォークなんですが、もうオレンジさフォークない。なんでフォークあると思ったのになんかねえわ。というわけで箸で箸でピケしていきます。はい、ごめんね、なんかそれっぽくなくて。この時点でピケする場合はね、ちゃんとね側面もしっかりピケしてあげてくださいね。なので、本来はこの生地を伸ばし終わって丸の状態にカットする前にピケしといた方が無難なんかなと思いますね。ぶっちゃけやりやすい方でいいです。はいとこんな感じでピケできましたね。集合体恐怖症の人は発狂しないように気をつけてください。本日は次、アーモンドクリームまたの名をクレームダマンドを使っていきますけど、この作り方もねこちらの方の動画で解説していますので、ぜひとも見てみてください。でこのクリームバター入ってるので、冷蔵庫から出した瞬間だとちょっと硬くてタルトに入れづらいので、しばらく常温に出しといた方が扱いやすいです。こんな感じでねゴムベラでしっかりほぐしてあげましょう。これもタルト型とか生地のね厚さとか量とかに変わってくるんですけど、この動画の場合だと、このタルト型のこの生地に対してだいたいアーモンドクリーム 150g 測って入れてあげましょう。今はこんな感じでね豪快に直でクリーム突っ込んでますけど、大量に生産するって場合になると絞り袋に入れてもう一気に絞っていった方が楽ですね。でもこれ結局1台しか作ってないんでこっちの方が楽です。正直絞り袋洗うのめんどくさいからね、あんま使いたくないのよ。はい、じゃあ 150g のクリーム入れたら、ゴムベラで伸ばしてますけども、伸ばしやすければ何でもいいです。ゴムベラか、L パレットかね、普通のパレットとかで伸ばしてもらえるといいのかなと思います。はい、こんな感じで塗りました。めっちゃ綺麗じゃないこれ。じゃあ今から焼いていこう。でオーブンの温度は最初170度で、20分前後焼いてもらって、途中でね1回出してオーブンをね冷まして150度にセットします。で150度でさらに20分から30分ぐらい、そこまではいかないと思うけど、途中から低い温度でじっくり中まで火を通してあげましょう。どうしてもね周りのパートシュクレの生地から火が入って焦げやすくなっちゃうんで、なかなかね170度のまんまだと中まで火が通らないです。かといって最初から150度の窯だと、かなり長時間オーブンに入ることになるんでカッサカサになっちゃうんでね、そこら辺はねトライアンドエラーということで頑張ってくれ。家庭用のオーブンによってもね全然違えからね。はい、こんな感じで焼けました。このぐらいの色最高、最高。じゃあ焼き上がったタルトを冷ましてる間にカスタードクリーム作っていきましょう。カスタードクリームも作り方こちらの動画の方でね解説しておりますので、こちらも見ながらこちらも見てって感じでやっていきましょう。いやもう同じこと何回も解説するのしんどいんでねすまんな、別の動画見てくれ。はい、じゃあカスターできたんでフルーツの上に塗るナパージュを作っていきましょう。はい、材料はこんな感じです。また概要欄にも書いてきますね。はい、作り方はめちゃめちゃ簡単ですね。とりあえず鍋に水とグラニュー糖を入れて沸騰させます。で沸騰させたら氷水でふやかした板ゼラチンを入れて溶かします。で氷水につけて粗熱が取れたらキルシを加えて完成。これはもうねめっちゃ簡単なんでこんな感じでよろしくお願いします。ほんじゃ次はねフルーツを切っていきましょう。今回のフルーツはねリンゴ、オレンジ、イチゴ、キウイ、あとブルーベリーとブドウですね。6種類のフルーツ使っていきます。フルーツの種類はできれば大いに越したことはないですね。いろんな色を持ってるフルーツたちで揃えてあげるといいのかなと思います。一応切り方はねちょっと倍速しつつ垂れ流すんですけど、正直切り方は何でもいいです。で個人的に一番いるのは盛り方やと思ってるんで、盛り方についてはね後で解説していこうと思います。ゆったりね切っているところをね楽しんでもらったらいいのかなと思いますね。一つ言うとくとすると、切れ味のいいナイフでね切りましょう。フルーツは絶対に
もうね、切れないナイフでフルーツ切るとしたらぐっちょぐちょのべっちゃべちゃになってね、仕上がりのフルーツタルトめちゃめちゃ汚くなっちゃうんでね、できればちゃんとした綺麗に切れるナイフで切りましょうね。で、今こうやってね、いちご切ってるんですけど、いちごに関してはね、いろんなサイズの大きさにね、カットした方が仕上がりに幅が出てね、ここでは、半分に割るタイプのいちごと、4等分にするバージョンのいちごと、作っております。サイズによりきりなんですけどね、あまりにもでかいいちごとかだったらね、8等分とかにしてもいいんじゃないかなと思いますね。じゃあある程度切れたんでね、先ほど作ったカスタードクリームをね、ゴムベラでほぐしていきます。で、ここでね、ボウルにこすりつけてペチ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 ほぐしてるんですけど、ここでほぐしすぎると、カットした時にカスタードクリームが断面からダララーってこう垂れてくる可能性があるので、ここでのカスタードクリームはほぐしすぎず、ある程度弾力がある方がええのかなと思います。はい、じゃあ先ほど焼いたね、タルトの土台にこんな感じでカスタードクリームを乗せて、パレットでね、伸ばしていきましょう。このカスタードクリームは別にグラム測ってないんですけど、うっすらではないですけど、しっかり全面にクリームが行き届る程度の量、ちょっとアバウトでちょっと本当申し訳ないですけどね。大体でもこの感じ 100g ぐらいやと思います。ナッペベラで平らにならすコツとしてはですね、横から見た時にクリームが山形になってるというか、こんな感じでね、中心に行くほどクリームがこんもり山のようになっているような状態がベストです。じゃあ最後ね、フルーツを飾っていきましょう。で、ここが正直一番大事なポイント。色の薄いフルーツから順番に飾っていく。これが一番大事。今回の動画で準備したフルーツの順番でいくと、リンゴ、オレンジ、キウイ、イチゴ、あとブルーベリーとブドウ。この順番です。で、やっぱフルーツタルトってね、土台のね、このカスタードクリームの部分が上から見た時に透けて見えてしまうと、ちょっと貧相に見えちゃうんですよね。だから貧相に見せないために、一番最初の土台のリンゴをできるだけまんべんなくカスタードが見えないぐらい、見えないぐらいは多分難しいかもしれないですけど、しっかりめにまんべんなく乗せましょう。そうで、完全に隙間を埋めるのは難しいんで、その空いた隙間に次オレンジを乗せていく、そういうイメージでいきます。で、オレンジは乗せる前しっかりね、クッキングペーパーか何かで水分取っといた方がええのかなと思います。じゃあキウイもね、こんな感じで隙間を埋めるように下のカスタードをできるだけ隠していくようなイメージで飾っていきます。これもね、全体のバランス見て一箇所に固まらないように全体にバラに散らばるようなイメージで乗せていきましょう。じゃあ次イチゴですね。イチゴをまず最初に半分カットした方を乗せていきます。サイズのでかい方からですね。で、いちご乗せる時のポイントは赤い面と、あとカットした断面の白い面、これを両方見えるように配置しましょうということですね。その方が一つのフルーツで2つの色を出せるので、それだけお得ですよってことですね。せっかくね、赤と白があるんだったらどっちも使おうぜって話です。じゃあ次4分の1にカットしたいちごを乗せて、これもね、赤だったり白だったりをね、いろんな角度で乗せてあげるといいのかなって感じですね。いやもうね、フルーツ高いんでね、もし余りそうやなって思っても、もうたっぷり乗せてあげましょう。その方がね、もらった方も嬉しいですからね。じゃあここまで盛れたら、あとはブルーベリーとブドウのせるの前に先に先ほど作ったナパージュをね塗っていきましょう。なぜ先に塗るのかというと、ブルーベリーとブドウを乗せてジャム塗ろうとしたらめちゃめちゃコロコロ転がって作業がめんどくさいんで、先にこの状態で下地でナパージュを塗ってから接着効果のあるうちにブドウとブルーベリーを乗せる。で、最後に仕上げでそのブドウとブルーベリーだけをピンポイントでナパージュ塗るっていうのが個人的なおすすめですかね。先ほど作ったナパージュをねこんな感じで、まんべんなくちょっと軽く薄めに塗ってあげるといいのかなと思いますね。こんな感じでハケで塗りましょうね。ハケでね。で、ナパージュがねすでに固まりまくっちゃってまともに塗れないよっていう場合は、もうしっかり湯煎で一回溶かして、で溶かしてからその粗熱を一回氷水で取ってから塗るのが一番ベストですね。はい、じゃあナパージュ塗れたら最後ブルーベリーとブドウをこんな感じでのせていきましょう。そう、なんかやっぱねこのブドウとブルーベリーがあるだけで多分こいつらが一番色濃いので、この2つがねあるとないのとで全然色の締まりが違うんですよね。さっきのねこのいちごまでのフルーツだけでも全然綺麗なんですけど、そこにさらにブルーベリーとブドウっていうねかなり濃いねフルーツを入れることによってさらに全体的に彩りが良くなるのでおすすめです。ぜひとも入れた方がいいですね。はい、じゃあブドウとブルーベリーのせ終わったらそこにもねピンポイントでナパージュを塗ってあげて完成でございます。最高やな。ほら見て、こんなクソ狭いキッチンでも作れるからね。もうね誰でも作れる。こんなんもう誰でも作れるわ。やってくださいみんな。
まああとはお好みでね、こんな感じで粉糖を振ってあげたりとか、まあピスタチオとかがあるんであればそうやってね、また緑色の要素つけてあげたりとか、まあ、あとねミントとかチャービルとかつけてさらにね彩り良くしてあげてもいいですし、まあ、ここからねさらに仕上げを豪華にするのもありです。まあという感じでね、本格的なフルーツタルトをこんなゴミくずみたいな、一人暮らしのカスキッチンでも作れるよっていうことをね、教えたかったんでこの動画作りましたということで、この動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッバイ。